Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい。今日はですね、久しぶりに、このドアの前で撮ってみようと思って撮ってみております。はい。いつもショート動画、ひらがなのショート動画とかは、縦なので、ちょうどいいなと思ってドアの前で撮ってるんですけど、普通の動画は横じゃないですか。はい。で、横で撮ってると、どうしてもこのね、鏡が映っちゃうんですよ。はい。なので、なんか鏡が動画に映ってると、なんか怖いって思う人もいるかなと思って、はい。ちょっと、ここでは撮ってなかったんですよ。はい。で、まあね、今日はちょっと、なんか、ここでやっぱ撮ってみたいなってどうしても思っちゃったので、ここで撮ってみております。はい。なんですけど、やっぱり鏡が映ってると、部屋の全体が見えてしまうので、一応このヨギボーのでっかいクッションをここに置いてこいつだけが映るようにはしてみました。はい。ね。そんなね、気にしてなかったのに怖いって言われたら怖くなるよって思う方もいらっしゃるかもしれません。はい。もしそうだとしたら申し訳ございません。はい。ということでですね。はい、いつもなんですけれども、私はそういう小さい細かいことを気にしてしまう性格なので、はい、今日はですね、動画撮るときに鏡とかそういうね、背景のことも気にしてしまっているというですね、私の性格についてお伝えしてみました。はい、ということで今日もよろしくお願いします。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい。という感じで、今日もですね、私一人が話すポッドキャストということで、たくさん話していきたいなと思います。はい。なんでかわからないんですけど、そしてどの動画からいつからだったかはちょっと忘れちゃったんですけど、なんかメインテーマ、メイントピックを話す前に、なんかちょっと小さい話、スモールトピックを話した方がいいんじゃないかみたいな、ね、急に始まるのはちょっと動画っぽくないんじゃないかみたいなっていう勝手な思いが私の中でありまして、はい。で、そこからはですね、謎にオープニングで少し小さい話、短い話をするっていうそういう習慣になってきてしまいました。はい。これを言ったことによってね、さらにまた次も最初になんか話さないとってなりそうで嫌なんですけど、はい。まあ今のところはそんな感じでやっておりますよと、はい、いう感じですね。うん。皆さんはどうですか？12月に入ってね、本当に時間が経つのって早いですよね。うん。もうすぐで、この2025年も終わってしまうということですね。うん。早いですよね。いや、どうでしたか？もしかしたらそんなに早くなかったって思う人もいるんですかね。うん。なんか私が聞いたことある話だと、やっぱり大人になっていくにつれて、だんだん年齢が上がっていくにつれて、時間の流れが早く感じるっていう話は聞いたことがあります。はい。うん。やっぱね、例えば今3歳だったとして、3歳だと、そのうちの1年って3分の1なので、結構ね、長いじゃないですか。はい。なんですけど、例えばね、25歳のうちの1年っていうと25分の1で結構ね短くなっていきますよね。はい。で年齢を取れば取るほど短くなっていくので1年の割合がね。はい。という感じで、大人になればなるほどその1年が短く感じて時間が経つのが早く感じるっていう話をですねどこかで聞きました。はい。なのでまあね、私の動画を見てくださってるのは多分大人が多いんじゃないかなと思うので、時間の流れが早く感じる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけど、はい。とは言ってもね、人によるとは思うので、ぜひ皆さん、時間の流れについてどういう風に感じているか、ぜひよかったらコメントで教えてください。はい。
はいね、どうですか？12月ってやっぱりね、何の季節かって言われたら、クリスマスシーズンって答える人が多い気がしております。はい、もちろんね、日本以外の国ですと宗教とかも関係してくると思うので、私はキリストじゃないのでクリスマスはお祝いしないよって言って、なので12月は特に、自分にとってはクリスマスのシーズンじゃないよっていう人もいるかもしれません。はいね、人それぞれだとは思うんですけれども、日本ではですね、宗教に関係なくクリスマスを楽しむ人がやっぱり多いんじゃないかなって思ってます。はい、私もそのうちの一人です。はい、私はですね、特に何の宗教にも属していなくて、はい、特に宗教は考えたことはないんですけど、もう小さい時から子供の時から、クリスマスになったらなんかケーキ食べたりとかチキン食べたりとか、そういうねイベントなのかなっていうふうに思って過ごしてきました。あとはどうでしょう、食べ物そうやっぱりね食べ物から話してしまうんですけど、そう食べ物以外もね一応あるんですよ、やりたいこと。そう、クリスマスは、私はですね、もちろん綺麗な夜景も見たいんですけど、クリスマスといったらやっぱりイルミネーションを見たくなるかなと思います。はい、皆さんはどうでしょうか？食べ物以外だったらクリスマスは何かしたいことはありますか？はい、もしあったらね、それもぜひコメントでお願いします。はいね、すごく寒いんですけどね、日本の冬ね。なんですけどやっぱりクリスマスに綺麗なイルミネーション見えたりとかね、時々雪が降ったりとか、そういうね、綺麗な景色を見られたらすごく嬉しいなとは思います。はい、でここまで今日何について話すか、特にテーマを言わずに、ダラダラはしてなかったかな。はい、一応自分の中ではねちゃんと話していったつもりなんですけど、はい、ここまでねトピックを何も言わずに話してきました。はい珍しいですよね。まあYouTube とか動画だったら今日はこれについて話しますとか、今日は、こういう企画をやりますとか、そういう動画がたくさんあるかなとは思うんですけど、Spotify とかあと何でもいいんですけど、そういうねポッドキャストっていう形で聞くとしたら、そんなにね、トピックはこれですって言わない時ももしかしたらあるのかなって感じておりますが、はい、皆さんはどう思いますか？やっぱり最初に何について話すか言ってもらった方が、いいですかねはい、何か意見があったら教えてください。はい、そうすいません、これも違う話になってしまうんですけど、そう日本語のね字幕を私いつも編集で頑張って入れてるんですけど、それがどうやらCC 他の字幕を自分で表示するときにそれと私が入れてる日本語の字幕がかぶっちゃってると。はい、なので、ちょっとずらしてどっちも見えるようにした方が、勉強がしやすいというコメントをいただきました。はいね、コメントをくださった方ありがとうございます。はいね、自分でやってるとあんまりね気づかないんですよね。はいね、もっと見ている人の気持ちになって早くね気がつくべきだったとは思うんですけど、はい、そういうね小さいんだけど大切なことで、私がやっていて気がつかないこともたくさんありますので、もし何かこれからもですね、こうしてほしいよっていう希望がありましたらぜひぜひ、はい、コメントで教えてくださいね。はい、ちょっとそれは難しいなっていう時はすいませんちょっとできないかもしれないですって、いうことはあるかもしれないんですけど、できる限りできれば、そういう皆さんの希望に応えて、でこのチャンネルをもっともっと皆さんのために役立てていこうと思っておりますので、よかったら何か、希望があればコメントしてください。
はい、全然こういうテーマで話してくださいとか、そういうのも助かりますので、もう何でもね、何でもいいのでコメントしてください。はい。話しましょう。うん。はい、ということで、びっくりすることにですね、10分ぐらいこうダラダラと話してきてしまいましたが、私が今日なぜ12月とかクリスマスとか話してきたかと言いますと、はい、今日のテーマはででん、日本人はクリスマスにケンタッキーを食べるって本当です。はい。ね。テーマを言うのが遅くなりましてすみませんでした。はい。でもこれね、話したかったんですよ。はい。で、ちょうど12月に入りましたし、まあね、クリスマスまでもうちょっと時間はあるんですけど、ね、忘れないうちに話しておこうかなと思って、今日は、はい、このテーマにしました。はい。で、どうしてこれを今日話したかったかと言いますと、はい。なんか、やっぱり、私が日本語のレッスンをしていて、いろんな生徒さんからですね、聞かれることがあるんですよ。うん。なんか、日本人はクリスマスにケンタッキーのチキンを食べるって聞いたんだけど、それって本当ですかって。ね、ほんとよく聞かれるんですよ。はい。ね。多分日本の方以外、他の国だと KFC って言うと思うんですけど、日本だとケンタッキーって言ってます。はい。はい。なんで、それについてちょっと話していきたいと思います。はい。で、まずですね、私がその質問を最初にされた時、はい。日本人って本当にクリスマスにケンタッキー食べるのって聞かれた時、結構びっくりしました。はい。なんでびっくりしたかと言いますと、え、それってなんかそんなに珍しいことだったんだって思ったんですよね。そんなに不思議なことだったんだって、はい、思いました。うん。なんかやっぱり日本に行って日本で育ってきて、で私はですね毎年食べてるわけじゃないんですけど、やっぱり、子供の時とかクリスマスにケンタッキーのチキンを食べたことは何回かあります。はい。で、私じゃなくても友達とか、他の家族とか、そうですね、もう日本中でいろんなね日本人のいろんな日本人がクリスマスにケンタッキー買うんですよ、やっぱり。うん。っていうのを聞いたことがあって、で、日本にいたんで、それって結構普通な文化なのかなって思ってたんですけど、本当にクリスマスにケンタッキー食べるのって聞かれて、で、なんか変なことって言ったらあれですけど、なんか日本の文化だったんだって思ったんですよね。はい。皆さんはどうですか？クリスマスは何食べますか？うん。はい。で、ちょっと調べたんですよ。あ、そう、もう一個ちょっと話したいのでいいですか？こちらですね、iPhone 16E 買いました。はい。ずっと今まで使ってたのは iPhone XS はい。びっくりするかもしれないんですけど、もう今、一番新しい iPhone だと17が出てますが、私は本当に、一昨日まで iPhone XS を、5年ぐらい使ってたんですよ。はい。で、そのね、結構古い iPhone でずっと動画撮ってたんですよ。はい。はい。なんですけど、ちょっとさすがにね、5年も使ったので、さすがに新しくしようかなということで、はい、16E を買いました。はい。はい。なんですけど、10S で全然動画綺麗かなって思ってて、カメラとしてはまだまだ使えると思うので、はい。これで今日も動画を撮っております。はい。そしてこちらではですね、私が、調べたこととか話したいことをメモしたので、こうね、メモを見ながら、スマホのメモを見ながら他のスマホで動画を撮れるっていうことに成功しました。はい。そう。ちょっとね、そんなんどうでもいいかもしれないんですけど、ということで、はい。ちょっとね、調べたんですよ。日本のクリスマスとケンタッキーについて。はい。AI に聞いてみました。はい。チャット GPT もよく使うんですけど、今日はジェミニ、Google のジェミニに聞いてみました。はい。で、調べたところですね、
日本では、クリスマスイブ12月24日ですね。まあクリスマスも同じかなと思うんですけど、クリスマスイブにそのケンタッキーの売り上げチキンが10倍になるらしいんですよ。はい、そのクリスマスイブ、クリスマスじゃない普通の日のチキンの売り上げ、チキンをどれぐらいみんなが買うかっていうその1日の売り上げよりもクリスマスイブにチキンを買う人が、10倍たくさんいるっていうことですね。はい、すごいですよね。はい、そんなに多いとは思ってなかったんですけど、確かになんかクリスマスイブ、クリスマスはもう前もって事前に予約をしておかないとケンタッキーのチキンは買うのが難しいっていうのは聞いたことがあるんですよ。はい。でやっぱりここにも書いてあるんですけど、そう当日その日クリスマスイブとかクリスマスはやっぱり予約して買う人が、普通で、予約をしていてもその予約をした人たちがたくさん来るので、それで長い列があると、人がたくさん並んでいると。はい、なので、予約なしで買うのが難しいそうです。はい、でそう、私はですね、クリスマスイブ、クリスマスにケンタッキーがものすごく混むということを知っていたので、はい。で、人がたくさんいる場所とか混む場所とかあんまり得意じゃないので、はい。わざわざクリスマスにケンタッキーを食べなくてもいいかなって思っている人間です。はい。そういう日本人もいます。はい。でもですね、なんでかわかんないんですけど、やっぱりチキンは食べたいなって思うんですよ。チキンってフライドチキンね。そう。なんで、別にケンタッキーじゃなくてもいいんですけど、コンビニとかでも、ファミチキとか小さいチキン売ってたりするので、フライドチキンね。はい。なので、私はクリスマスイブとかクリスマスはケンタッキーは行かないんですけど、他のコンビニとかスーパーとか、あとはモスチキンの時もありましたね。モスバーガーのチキンの時もありました。はい。という感じで、ケンタッキーではないけど他のどこかしらのチキンをクリスマスに食べたいなっていう気持ちはあります。はい。なんでフライドチキンと、ケーキはクリスマスに食べたいなって思う人です。はい。なので皆さん、クリスマスに、ケンタッキーでチキンを買う日本人はたくさんいます。それは本当です。はい。でもやっぱり人によるので、ケンタッキーのチキンを食べない人も、そりゃいます。はい。私も食べません。はい。なんですけど、じゃあなんでね、そのケンタッキーでもいいし、スーパー、コンビニ、モスバーガーどこでもいいんですけど、どうしてクリスマスにチキンを食べたいって思うのかなって考えたんですよ。はい。でちょっとね調べてみたんですけど、そしたらなんとケンタッキーがですね、 KFC ケンタッキーが1974年に、クリスマスはケンタッキーだっていう、キャンペーンをやったらしいんですよ。はいね、クリスマスはもうケンタッキーを買いましょうっていうそのマーケティングですよね。そういうねキャンペーンを、もう大きいキャンペーンをケンタッキーがやったらしいんですよ。はい、1974年で私まだ生まれてないので、そのキャンペーンがあったっていうのは知らなかったんですけど、そういうすごく大きい、キャンペーンをケンタッキーがやって、日本でね。はい。で、その習慣が日本に強く残って、で、日本人はクリスマスにチキン食べようっていうね、そういう文化が今もまだあるらしいです。はい。で、あとはまあね、国によるとは思うんですけど、多分、クリスマスにターキー、七面鳥を食べるっていう人が多い国も確かありますよね。はい。で、あると思うんですけど、日本ではそのターキー、七面鳥を、ちょっと手に入れることがなかなか難しかったっていう事実もあるみたいで、
でそれと、ケンタッキーのキャンペーンによって、日本のクリスマスはもうフライドチキンに、支配されましたとそういう感じでございました。はいね、私もね全然知らなかったので、そうこの機会にですね調べて知ることができてよかったなと思っております。はいで、まさかですねそのクリスマスに日本人はケンタッキーを食べるのか、それは本当なのかっていうそのテーマだけでですねこんなに話すことができるとは思っていませんでした。はいそこにつなげるために最初にクリスマスの話をしたりとか12月の話をしたりとか全然関係ない話をしたりとかね、そういう時間が多かった長かったとは思うんですけど、はい、今日もですね無事に、20分ぐらいは話すことができましたので、ポッドキャストとしてまあ十分な長さにはなったかなとは思っております。わかりませんが、はい一応最近はそう再生時間の目標の関係もあるので30分ぐらい話せたらいいなって思っています。はい私がポッドキャストをなんかね作業しながら聞く時とかも30分ぐらいあるとなんかねちょうどいいかなって思ったりしてるので、はいできれば30分話せるようにっていうのを、いつも心がけてはいるんですけど、はい今日はちょっとね20分ぐらいになりました。はいうんでもそう最近話したいことが結構たくさんあってどんどんメモが溜まってるので、またね撮れる時に動画たくさん撮ってで、皆さんにたくさんのポッドキャストを聞いてもらえたらいいなと思っております。はい、ということですが皆さんいかがだったでしょうか。日本人のクリスマスについてクリスマスとチキンについて少しでも、知ることができたら嬉しいなと思っております。はい、ぜひね感想お願いします。そして、皆さんの国ではクリスマスに何を食べることが多いですか？はい、それもですねもしよかったらコメントで、残してください。はい、日本語でもいいですし英語でも大丈夫です。どんなコメントも、基本的に返信しておりますのでよかったらコメントでたくさん話しましょう。はい、では今日はここまでにしたいと思います。はい、いつも通りですね日本語のオンラインレッスンはプレプリと愛登記でやっておりますので、もし少しでも私と日本語を勉強したいな話したいなって思った方はですねぜひぜひ、来てください。はい、それでは今日も皆さん最後まで聞いてくださって本当に本当にありがとうございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね See you later! バイバイ